アラサーでも魔法少女できますか？修道女編。まさか変身するの？マジカルメイクアップ。魔法少女、マジカルシスターに変身。今回は修道女として働く彼女。日常の仕事と魔法の力を使った戦い、その両立の物語。変身は日常と非日常をつなぐ目覚めの瞬間です。修道女職業説明。種別、名称修道女リリッチャス・シスターヌン。種別宗教職霊的奉仕者。所属カトリック教会の修道会霊ベネディクト会、フランシスコ会、イエズス会附属会など、役割祈り、共同生活、教育、福祉、病院、宣教、社会奉仕など、年収報酬は基本的になし、修道会による生活支援あり。修道女とは、キリスト教、特にカトリック教会において、神への完全な奉仕と自己献身を誓った女性修道者を指します。彼女たちは、修道生活、コンセクレーテッドライフと呼ばれる特別な信仰の道を歩み、個人の自由や物質的所有から解放され、神と教会への奉仕、そして隣人愛の実践を通じて生きていくことを選んだ人々です。修道女はその聖願の中で主に3つの重要な柱に基づく信仰生活を送ります。第一に、締結チャスティティ。これは結婚せず、神への完全な愛に身を捧げることを意味します。第2に、聖品ポバーティ。自らの財産を持たず、すべてを共同体と神のために捧げるという生き方。第3に、従順オービディエンス。神の意志を求め、教会と修道会の指導に従って歩むという深い謙遜の精神です。この3つの誓いは現代においても変わらぬ意味を持ち、修道女の存在そのものに霊的な重みと輝きを与えています。修道女たちは通常、修道会と呼ばれる宗教共同体に属し、修道院、コンベントと呼ばれる特定の場所で共同生活を営みます。そこでの生活は、祈り、労働、学び、奉仕という4つの軸を中心に、厳格ながらも豊かな精神的営みが営まれています。日の始まりと終わりには決まった時刻に、祈祷、ロザリオや聖夢日課を唱え、沈黙の時間を保ちつつ、内面と神に向き合う時間が流れます。その一方で、修道会の使命や、カリスマ霊的精神に応じて、修道女たちは、様々な社会的奉仕にも積極的に関与しています。教育機関で子どもたちを教えたり、病院やホスピスで看護に当たったり、孤児や高齢者を支援する施設を運営したりするなど、社会の弱い立場にある人々に寄り添う活動を通して、神の愛を実践しています。中には海外に派遣され、言語や文化の壁を越えて福音を伝える宣教活動に携わる修道女もいます。一方、外界との接触を最小限に抑え、祈りと黙想のみに生活を捧げる完走修道女完走会と呼ばれる存在もいます。彼女たちは塀の中でひたすら祈り、世界の罪や痛みを神に捧げることで、見えない力でこの世界を支える霊的な守り人として、日々静かな戦いを続けています。修道女が身につける黒や白の修道服ハビット、頭を覆うベール、そして胸元の十字架は、すべて彼女たちの聖願と使命を象徴するものです。それは単なる制服ではなく、神と教会への謙虚な奉仕の印であり、自分の個性や美しさを神に捧げるための聖なる衣なのです。多くの修道会では、修道女となるまでに数年にわたる養成期間を設け、候補者が真にその道に召されているかを共に見極めていきます。彼女たちは名もなき祈り手であり、静かなる献身者です。目立つことも栄光を求めることもありませんが、その存在は社会の根底を支える見えざる柱として、そして何より人間が本質的に何を求めるべきかを問いかける生きた証そのものと言えるでしょう。私はこの身を神と隣人のために使います。その言葉の裏にある覚悟と静かな情熱。
修道女とはただの宗教的存在ではなく、人類の祈りと希望を背負って立つ聖なる光の継承者なのです。魔法少女のマジックアイテムが緑色に発光した時、その光は彼女らの全身を包み、マジカルガールへと変身させる。マジカルメイクアップ。マジカルシスター戦闘力説明。種別、名称マジカルシスターマッジカルシスター。種別新生属性加護型戦術聖職者。所属性都体協会直属戦騎騎士修道会セラフィムの盾。役割性域展開治癒浄化魔法悪魔打点属性への特攻支援。年収非公表協会による生活支援性先行権報酬。マジカルシスターとは、信仰と魔法を融合させた祈りの魔法少女であり、聖なる癒しと断罪の力を兼ね備えた存在である。彼女は神秘と英知が宿る儀礼装束ホワイトサンクチュアを身にまとい、歴代の聖女たちの奇跡が記された聖典、グラティア・グリモアを携えて戦場に降り立つ。外見は穏やかで心優しく、微笑を絶やさぬ姿はまるで聖母のようでありながら、そのうちには鋼のごとき強靭な精神を秘めている。彼女の使命は、すべての生命を守り、迷える者に導きを、悪しき者には祈りとともに裁きを下すことである。彼女の聖典グラティア・グリモアには、章ごとに封じられた魔法が存在し、言葉を読み上げることで、現実に奇跡を顕現させることができる。例えば、第三章許しの死は、広範囲の状態異常と、図相浄化し、第七章審判の言葉は、悪魔や不死の存在に裁きを与え、第12章天の恵みは、倒れた仲間を蘇生させる力を持つ。また、第21章、光のちぎりは、味方の魔法少女に加護を与え、精神の安定と魔力増幅を長時間持続させることができる。これらの奇跡的な魔法は、戦術を支える中核であり、彼女がいることで、戦場全体の指揮と戦力が保たれる。彼女の武装である、聖ソーリグナス・スティグマータは、十字型に光を放つ穂先を持ち、闇属性の敵に対して、絶大な貫通力を誇る。この槍は聖典と連動しており、魔力の共鳴により光の鎖を生み出し、敵の動きを封じる高速奇跡を展開することもできる。槍の一撃は単なる攻撃ではなく、迷える魂を浄化し、祈りの力で再び聖堂へと導く儀式でもあるのだ。また、彼女は他の魔法少女たちと連携することで、より高次の奇跡を呼び起こすことができる。例えば、マジカルガーディアンとの連携では、無敵時間を伴う広域バリアセラフィムアークを展開し、マジカルソムリエとの共演では、癒しと祝福の波動による持続回復をもたらす聖杯の祝宴が発動する。さらに、マジカルフィギュアスケーターとの連携技リンクラピセルは、氷結領域による魔力封印結界を展開し、敵の行動と魔力を同時に制限する。これらの連携は、戦場を神聖な舞台へと変える、連続的な祈りの演舞であり、彼女の存在をさらに神々しいものへと昇華させる。そして、彼女の究極奥義が、レクイエムドミナスである。この技は、聖典の複数ページを同時に詠唱し、戦場そのものを光の聖域へと変貌させる禁断の奇跡である。敵の魔力を完全に中和し、味方には神速の癒しを降り注ぐこの陣形は、絶望的状況さえも覆す光の陣である。しかし、この技は大きな代償を伴い、術者の命をも削る危険をはらんでいるため、最後の切り札として使われる。その一方で、彼女の聖典には、未だ誰も読むことの許されていない、封印されたページが存在する。第33章終わらぬ祈り、それは世界に光が届かぬ時にのみ開かれると伝えられており、内容は未だ不明である。しかし、古き預言書には、そのページが開かれる時、最も深き闇が祈りと対峙すると記されている。
そしてその闇こそがかつてマジカルシスターと同じ修道会に所属しながら神への信仰を捨て落ちた存在、打天魔法少女マジェスティ・フォールンである。マジェスティ・フォールンはかつて祈りの力で人々を救っていたが、大戦中に愛する者を救えなかった絶望から神は沈黙したと断じ、光を捨てた。黒の聖典のクスレクイエムを手にした彼女は、祈りを否定する魔法を操り、闇の力をその身に宿すようになった。現在の彼女は、マジカルシスターと拮抗する力を持ち、二人が相対するたびに、戦場には神と悪魔の死が交錯する壮絶な魔導劇が展開される。光は闇に照らされてこそ際立つ。マジカルシスターはこの言葉の意味をかみしめながら彼女との開口を運命として受け入れている。たとえ最後のページが開かれるその時が来ようとも、彼女は決して祈りを手放すことはない。その微笑みと祈りはいつか闇すらも救うためのものであり、彼女の戦いは終わりなき希望の死として今も続いているのである。次回、新たな魔法少女登場。お楽しみに。チャンネル登録お願いします。Please subscribe to our channel.